やっぱり唐揚げだよね。こんにちは、ゆうきです。毎日暑いですね。皆さん大丈夫ですか？元気ですか？今回一緒に練習する文法はによってです。前のビデオでによっての文法を2回紹介しています。1回目の使い方が手段や方法のによって、2回目の使い方が原因、理由のによって、そして今日一緒に練習するによっては対応のによってです。それぞれ3つ意味や使い方が違いますので、もし確認したいなという方は今までのビデオもぜひ参考にしてみてください。こちらのビデオでは文法の説明や練習をして最後に会話練習を用意していますので、ぜひチャレンジしてみてください。それではまず使い方の例からです。どうぞ。ここは京都の清水寺です。春、夏、秋、冬、季節が違います。すると景色も違います。季節によって景色が変わります。じゃあ皆さんはどの季節が一番好きですか？私は秋が一番好きです。あなたは？僕は夏。あなたは？私は春。あなたは？私は冬。好きな季節は人によって違います。名詞によって、これは名詞が違うとみんな違うよ、それぞれ違うよという意味の文法です。ここの名詞にはいろいろな意味がある名詞を使います。例えば季節。季節という言葉の中には春、夏、秋、冬というような意味が入っていますよね。他にも天気。天気という言葉の中には晴れもあるし、雨や曇り、雷も入っていますよね。このように一つの言葉でいろいろな意味が入っている言葉を使います。そして名詞によっての後ろにはみんな違うとかいろいろあるというような言葉を使います。練習1、私たちは今スーパーにいます。あなたはどんな野菜をよく食べますか？私の冷蔵庫の中にいつもある野菜は、日本語でわかりますか？キャベツ、玉ねぎ、人参、長ネギなどです。日本語で答えられましたか？さて、こちらの女性、袋の中にたくさん野菜を詰めていますね。女性が言います。野菜の味は何によって変わるよね。何によって。まずは皆さんでここに入る答えを考えてみましょう。その後で答えの例を確認します。それではどうぞ。はい、できましたか？いろいろな例が作れますよ。まず一つ目の例。野菜の味は生産地によって変わるよね。生産地。はい。生産地とは作った場所のことです。このトマトの生産地はイタリアですとか、このトマトの生産地は日本の熊本ですのように使います。イタリアで作ったトマトと日本で作ったトマトは多分味が違いますよね。そして同じ日本の中でも日本の熊本で作ったトマトと北海道で作ったトマトはまた味が違うと思います。なので生産地によって味が変わるということができます。生産地は産地だけでも大丈夫です。なので産地によってでもいいですよ。そしてもっと簡単に場所によっても OK です。次の例、値段によって。これもいいですね。高い
野菜だったら美味しい可能性が高くなるのかなと思います。あとは品種によって、こちらもいいです。品種というのは同じ野菜の中の種類のことです。例えばトマトと言ってもたくさんの品種がありますよね。なので品種が違うと味も変わります。他の例では季節によってとか料理によって、あと調理法によってなども OK です。調理法とはどのように料理をするのかということです。生のまま食べるのか、焼くのか、揚げるのか、調理法によっても野菜の味が変わりますよね。あなたの国ではどんな野菜をよく食べますか？ 2. はい、次の場所はどこでしょうか？ここは空港です。皆さんはよく飛行機を利用しますか？よく飛行機に乗りますか？チケットについての文です。飛行機のチケット代は何によって違うよ。こちらもまずは皆さんの力で考えてみてください。それではどうぞ。はい、いかがですか？チケット代とはチケットの値段のことですね。一つ目の例、飛行機のチケット代は日によって違うよ。日によって。チケット代って毎日それぞれの日によって値段が違いますよね。なんか例えば今日のチケットは結構安いけど明日のチケットは高いなとかよくありますよね。同じような答えとして曜日によって、こちらも OK です。どうだろう、なんかあんまり飛行機乗らないから詳しくないんですけど、大抵は金土日が高くて他の曜日は少し安いんでしょうか。他の例、席によって違うよ、クラスによって違うよ、こちらの答えも OK です。飛行機にはエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスがありますよね。そしてその席によって値段が変わります。次の例、航空会社によって、こちらも OK です。日本の有名な航空会社は例えば JAL とか ANA とか、あとピーチという航空会社もあります。こちらは安い飛行機 LCC の会社です。なのでピーチで予約をするのか JAL で予約をするのかで飛行機のチケット代は違いますよね。他にもいい答えがあったらぜひ教えてください。大きな空港ってお土産屋さんとかレストランがたくさんあってすごく楽しいですよね。皆さんは海外旅行から帰ってきた時何が食べたくなりますか？私はうどんかそばです。日本はだし文化ですので、海外に行って日が経つとだんだんだしが欲しくなるんですよね。なので空港でうどん屋さんとかお蕎麦屋さんに行ってだしを体に入れたくなります。皆さんは何が食べたくなりますか？さあ、最後は会話練習です。あなたと私は友達です。日本の居酒屋でご飯を食べています。楽しそうですね。その会話の中で今日の文法によってを使ってみましょう。ではやってみましょう。あー、美味しそう。いただきます。まずはやっぱり唐揚げだよね。美味しそう。そうだよ。小さなお皿は持ち上げて食べるよ。どうでしたか？日本でご飯を食べる時のマナーについて話していましたね。日本では小さなお皿は手に持って食べるんですね。
それを聞いたあなたは言いました。マナーは何によって何から難しいよ。何によって何。前と後ろを作る問題です。ここでいい例は、マナーは国によって違うからとか、国によっていろいろあるからなどがいいですね。そうですよね。自分の国では何も問題がないことでも、外国へ行くと失礼になることがあります。マナーは国によって違うから怖いです。でもそこが面白いんですよね。そしてマナーや常識って同じ国の中でも人によって違うこともあるし、地域によって違うこともあります。あと時代によっても変わりますよね。例えば私が今のまま侍のいる時代に行ったら、多分ルールとかマナーとかわからないからめちゃくちゃ怒られちゃうと思うんですよね。怒られるだけならいいけど、なんか殺されちゃうかもしれない。いや本当に本当に。なので時代によっても全然違うでしょうし、今生きている人の中でも世代によって違うこともありますよね。あなたがびっくりしたマナーや常識はありますか？お疲れ様でした。によって今回のビデオで3つの練習が終わりました。お疲れ様です。どんな使い方だったかなって忘れた方はぜひ他のビデオでも確認していただければ嬉しいです。それでは今回もありがとうございました。